お久しぶりです。トーマスです。今日はね、ガジェットブロガーである俺のデスクツアーっていうのを人生で初めてやっていきたいと思います。というのも、ルームツアー今まで散々やってきたけど、デスクツアーまだやってないのよ。だから今日は決めていきたい。そして悲しいお知らせにはなるんやけど、俺なんと人生の半数以上の時間をこの空間で過ごしてしまっているんです。35歳独身です。まだ諦めていません。つまりどういうことかというと、一切の妥協はないです。最高級品しか使ってません。多分ね、総額で200万円ぐらいかかってると思う。だから一つ一つが高すぎて、お前のルームツアー全然参考にならんやんけど思うかもしれへんけど、それは許してもあくまでも参考程度に見ていってもらえればと思います。で、ポイントとしてはね、おしゃれさっていうのはもう一切出してないです。逆に物をいかに見せないかっていうところを追求してます。なぜなら俺がオタクやから。オタクに追加するおしゃれは絶対無理。じゃあ引いてしまえばいいのよ。引けばなんとなくあれこの人おしゃれなんじゃないって勘違いしてくれるのよ。そこを狙っていきましょうよ。で、まずここがメインの作業環境にはなるんやけど、実は裏側にもちょっとあるんです。まずこのプリンターが MG6130 っていう、これね、俺ね、多分ね、10年前から使ってるプリンターで、これ超名作。全然壊れへんね。実家のプリンターが壊れた時もこの MG6130 の中古品を6000円ぐらいで買って送ってあげてるんやけど、今でも超現役です。しかもね、インクもね、Amazon で売ってるパチモンを使えるからむちゃくちゃ安い。このプリンターマジ名作やから、プリンター迷ってる人はこれおすすめです。で、その隣にあるのが防湿庫ですね。これ1万円か1万5000円ぐらいで買ったやつやな。で、これなんとここちゃんと開いちゃうんですよ。ベッドが高いって素晴らしいね。で、この防湿庫の中にはまあいろんなガジェットが入ってるんやけど、まずこれが俺のメインカメラですね。α7 の R3 さん。これでブログの写真すべてを撮影しております。最高級の画質だと思います。そして付いてるレンズがタムロンの 75-28F2.8 投資のやつやね。これももう超有名なやつやからまあみんな知ってるでしょう。で、このカメラが中古で23万。このレンズが10万円で Amazon で買ったみたいな感じだったと思います。すげえ高いけどまあ仕事道具やから最高級品を追求するんです。で、これが最近 YouTube 撮影で使っている α7C さんですね。これ名作やね、マジで。フルサイズでこのサイズはないよ。むっちゃ使いやすい。しかもバッテリー持ちもいい。動画撮影するんであればこれむっちゃおすすめです。これ23万ぐらいやったと思う。で、その他この今使ってる GoPro もここに普段入ってるし、あとは一番上は SD カードがちらほらと散らばってる程度やね。で、2段目にも細々としたガジェットがいっぱいあるんやけど、これ今もう現役を退いてしまったソニーの RX100M7 さんやね。これはもう多分メルカリでそろそろ売ります。α7C さんに乗り換えです。あとは Zoom の H5、これハンディレコーダーか。これ最近使ってないな。で、普段の YouTube 撮影で使ってるマイクとかが入ってる。で、これね、細々としたガジェットを入れる空間にできてしまうという意味で、マジで購入してよかったね。というのもさ、SD カードとかさ、こういう細かいマイクとかさ、どこ置いたらいいかわからんやん。ほんで結果的に部屋の中に散らばってしまって、どこにあるかわかんないみたいなことになりがちではあるんやけど、この防湿庫を買うことによって細かいガジェット類はもう全部ここって決めたのよ。で、しかも防湿庫やから湿度を常に40度に保ってくれる、落ちて壊れる心配もないっていうことなので、この安心感を1万円、1万5000円で買えるっていうのは素晴らしい。絶対買った方がいいです、防湿庫は。そしてこれが俺のメインの作業環境だ。まずは椅子だな。アーロンチェアでございます。これの最高級の椅子です。これ20万円します。これアメリカの映画とかドラマでしょっちゅう出てくるから見たことあるっていう人多いと思うんやけど、俺はね、正直この椅子に20万円の価値はないと思う。未だにこの椅子に座っても体は痛むんやけど、でもね、この椅子の形が正しいのよ。つまり俺の体が痛いということは、俺の体に異常があるっていうことなのよ。だから今の俺の体が正常なのか異常なのかを判断するためのツールとしてアーロンチェアを買ったっていうのは一つありだったのかなと、最近ちょっとアーロンチェアの価値に気づいた感があるね。あとまあやっぱ20万するだけあって全然下手ってないと、もう3年ぐらい使ってるけど、この辺が下手る気配がないっていうのはまあさすが高いだけのことありますねと。10年間の保証があるんやっけ忘れたけど、はい、ちょっとあっち行っといてください。で、次ですね、このデスクです。作業環境の広さはむちゃくちゃ重要。マジで重要。このデスク広さがね、140×70 あります。これだけの広さがあれば、まあ困ることはないでしょう。ディスプレイ今1枚やけど2枚、3枚、4枚と置くこともできるかもしれない。そして普段写真を撮影するときはここですね。この空間でスマホの写真とかを撮影をしています。で、このテーブルがフレキシスポットさんに提供してもらった電動昇降デスクっていうやつなんやけど、まあ名前の通りこのテーブル上がったり下がったりします。だいたい6万円ぐらいで買えると思う。で、これ結構もう古い方にはなるんやけど、最新の方は何かに当たった段階で上がったり下がったりするの止まんのよ。だからエレベーターの自動ドア勝手に開いてくれるおかげで死なないで済んだみたいな機能がついてるんやけど、これついてないです。だから下手すると死ぬ可能性あります。気をつけてください。このテーブルだけで50キロぐらいあります。半端じゃないです。まあでもその分頑丈やから信頼性も素晴らしいね。で、ここに1、2、3ってボタンがあって、それぞれの高さを割り当ててあるから3番を押すことによっていつもの YouTube 撮影をしてる高さまで自動で上がってくれると。ただ途中で止まることはないです。これ下手すると死にます。で、これ上がるときに気をつけたいのがこの辺のケーブル類なのよ。上がった時用の長さに調整しておかないともうブチンいってまうから気をつけて。そこが難易度高いです。腰にはいいんやけどね。ということなんでケーブル類から見ていきましょう。これむちゃむちゃ苦労しました。まず電源後ろのこの防湿庫の隣から引いてます。で、そっからこの100均のコードカバーをここにつけて、お掃除ロボットがコード巻き込まないようにしつつ、ここまで引っ張ってくると。で、一つ目のタコ足配線がここですね。結束バンドでガッチガチに止めてある。で、この結束バンドから
からパソコンとプレステ4に出力して、で、さらにここからまた次のタコ足配線に向かうんやけど、これね、ここ、結束バンドをゆるゆるにしてあります。高さ調整した時につっかえて死なないように、あえてこのゆるさにしてあるって感じやね。やっぱケーブル散らばると鬱陶しいやんか。だからこういうのはもう大体でいいのよ。それっぽく見せられれば OK。別に誰に見せるわけでもないし。で、さらにここからタコ足が上に上がっていくことによって、ここですね。ここに入ってます。で、これむっちゃいいです。3話サプライのケーブルホルダーみたいなそういうやつで、4、5千円ですね。これ結構高いんやけど、その価値はある。絶対ある。というのも、これね、1個取ってみるけど、もうこん中ぐっちゃぐちゃです。ぐっちゃぐちゃです。それも一切触りたくない。一切触りたくないんやけど、こん中に詰め込んでしまうことによって、それっぽく綺麗に見えてしまうのよ。もうこんなん大体でね、誰に見せるわけでもないんや。もうケーブル見えんようにしてくれたらそれでいいっていう話をこれが実現してくれるんです。綺麗にしたい気持ちはわかるんやけど、ガジェット類ってしょっちゅう買い替えるやんか。買い替えた時に綺麗にしたケーブルをまた一からほどいてなんとかかんとかみたいな、もう絶対やりたくないやん。じゃあもうこういう感じで入れとけばいつでも入れ替えることができると。これね、マジ最高の買い物やった。革命的やね。4、5千円でこれは安いと思う。で、そっからさらに一応こっちにまたタコ足配線を引いてて、充電とかあと電源出力とかもできるようになってるんやけど、これ普段使うことはないな。で、いいよテーブルにはなるんやけど、まず引き出しから行きましょう。これもフレキシスポットさんに提供してもらいました専用の引き出しです。もうガッチガチフレキシスポットね、頑丈さしか考えてないよね。これもなんか変な顔みたいなデザインやしね。このデザインダサいよな。でも頑丈さは半端じゃないし、しかもここ鍵閉めれんね。だからここに俺は貴重品とかを入れてます。ハンコとかバイクの鍵とか、あとは通帳類とかもここに入ってるの。あと文房具とかも入れてんのか。で、カッターとハサミもここに入ってて、メジャーも入ってると。あとはこの毎日飲んでるハゲ薬もここに入れてあると。悲しいですね、人生。で、これが公務員辞める時に先輩にもらった名刺入れやね。で、ここに大切なものは入れてるんやけど、もう一個実はここに引き出しを用意しているんです。ここにマウスが入っている。そして大量のメンソレータムスティックです。これもね、外出するたんびに俺買ってたのよ。ほんで家持って帰ってどこ行ったかわかんないってなってまた外出して買うっていうのを繰り返してたんやけど、お前はアホかともういつまでそれやんねんっていうことでもここメンソレータム入れにしました。で、このね、隠し引き出しがね、500円ぐらい。むっちゃ安い。むっちゃ安いんやけど、あれこれもしかしてマウス入るんちゃうと思って入れたら入ったからマウス入れにもしています。素晴らしいね。で、あとこっちの引き出しはデスクとの間にちょっと空間があるから、プレステ4のコントローラーを入れていたり、あとこれがモバイルバッテリーと、あとこれがコップの下に置くやつやな。で、さらにこの引き出しの右側ですね、ヘッドホンがございます。これも普段使ってないんやけどね。ヘッドホンって耳蒸れるから鬱陶しいよね。これゲーム実況の時とか使います。で、ゲーム実況といえばここデスクトップパソコンです。これがね、確か30万円 BTO パソコン。俺自作はもう絶対したくないね。時間の無駄だと思ってるから。だから BTO でもう出来上がった状態のものを届けてもらったっていう感じであるんやけど、スペックがね、Core iQ の9900と RTX2070 スーパーで 32GB やね。で、これ普段使ってないです。ゲーム実況の時しか使ってないんやけど、動画の保存用のスペースにしてるって感じ。10テラのデータ空間があるから、そこで動画をバックアップしてるっていう感じでもったいない使い方やね。で、これがゲーム実況用のプレステ4と最近はやってないです。で、このヘッドホンが1万円ぐらい。で、このプレステ4が4万やったかな。転売屋でなんか1万円上乗せされてて5万4千円とかそんなんで買った気がする。なんでもいいです。で、ちょっと高さ2番まで落とします。この高さが普段俺が立って作業する時の高さやね。で、デスク上はなるべく物を少なくしました。見えないことが重要なのよ。見えるからストレスになる。それはデスク下も同じね。コードが見えるからストレスになるのよ。見えなければストレスにならないと。あとこれゴミ箱やね。鼻かんだティッシュがいっぱい入ってるね。だから見えなくすると。で、まずこれが俺がメインで使ってるノートパソコンです。これむちゃくちゃ高いです。MB15 ってやつで定価30万円ぐらいするんやけど、俺は26万ぐらいで買ったと思う。たまにセールで21万とかになってて騙された気分になってます。で、このノートパソコンはね、デスクに直接置いてしまうと場所取って鬱陶しいやんか。だからこのフレキシマウントっていうところのアームを使って、そしてさらにこのアームの先にはこれですね、ノートパソコンスタンド、ホルダーみたいなやつ、これ合わせていくらやったかな。アームが3000、4000円で、このノートパソコンスタンドが2000円とかそんなんやったかな。場所をいつでも変えれると、ノートパソコンがなるべく邪魔にならないように配置してるっていう感じだね。これね、デスクトップパソコンメインで使えばいいやんけって話であるんやけどね、実家帰るときこのノートパソコンやとむっちゃ便利やね。作業環境が全く変わらんやんか。それを維持できるかできないかの差がでかすぎるから、俺はメインはこっちでサブでデスクトップっていう形にしてる。で、このノートパソコンからケーブルが出ていて、アームの中を通って、そしてまたこのアームの中を通って、こっちのディスプレイに出力されてるっていう感じだね。で、このディスプレイがまたプロ用のやつで最高に色が正しいカラーマネジメントモニターっていうやつで、写真家とかが使うやつなんやけど、それを使ってます。だいたい13万ぐらいです。27インチの 4K ディスプレイやね。で、27インチっていうのがちょうどいい大きさなのよ。iMac とかも27インチであるんやけど、4K をそのまま見れる大きさっていうのが27インチやね。これ以上大きいと視点の移動が広くって大変やし、これ以上小さいと字が細かすぎて見えなくなるっていう感じ。だから普段はこれを前に持ってきて、こんな感じで作業してるっていう感じやね。アヒルさんごめんなさい。で、このディスプレイを支えているのがこっちですね。おなじみのエルゴトロンのモニターアームであるけど、
これ最高級のモニターアームではあるんやけど、15,000円やから別にそんなに高くはないですと。一回買えば一生使えることを思えば、もうとりあえずモニターアームはこれ買っとけばいいんじゃないかなと思います。これ、動きがね、すごい自由自在。いろんなところ動かせるし、縦も横もいけちゃうのよ。ほんで、この首を前、後ろって傾けることもできるから、可動域が大きくて動きが滑らかやからストレスがないと。で、さらにね、ディスプレイの上にはこのベンキューのディスプレイライトっていうのを置いてんのよ。こう手元だけを照らしてくれて、ディスプレイを照らさないから目に優しいみたいな感じではあるんやけど、これね、ペンとかで作業する人用やね。俺ね、紙になんか書くってことがないのよ。だからね、これいらんね。買ったけど、いらんかったわ。だから売るかどうか迷ってる。で、ここにはアヒルさんのアシスタントが俺を見守ってくれていると。で、こっちではカエルさんが見守ってくれていると。そしてこの機械が AG03 っていう、ここにマイクがあるんやけど、ゲーム実況とかするときにマイクで音声を入れるためのツール。ゲーム実況しない人であれば全く必要ないと思う。で、これもこっからケーブルが出ていて、下へ行って、そして今度これですね、ブルーのコンパスっていうマイクアーム。これすごいシンプルなデザインでしょ。これむっちゃ高いね。死ぬほどコスパ悪いです。このマイクアーム。このマイクアームの中をケーブルが通ってここまで来てると。で、このマイクアームが15,000円ぐらいします。死ぬほどコスパ悪いです。絶対買わなくていい。絶対買わなくていいんやけど、一回買えば一生使えるからもうどうでもいいかと思って一番いいやつを買いました。見た目がシンプルでスッキリしてるのはいいよね。そんだけの価値があるとは思えないけどね。で、使ってるマイクは定番の AT2020。これも別に普遍的なマイクやから何とも言えない。で、キーボードはこれと。マルチペアリングができるキーボードで、これでノートパソコンとデスクトップパソコン両方ともコントロールしています。デスクトップパソコンほとんど使うことないけどね。あとこっちに入れてあるこのマウスに関してもマルチペアリングができるからノートパソコンとデスクトップパソコン両方で使えるっていう感じやね。で、あとこの辺デッドスペースに無線充電器を1、2、3と置いていて、普段はイヤホンとあとスマホとあとスマホを充電してると。で、ここがケーブルの充電器コーナーです。そんな使うことはないんやけど、これね、アンカーのなんか磁石でケーブルを止めますよみたいなやつで、ケーブルの先端にこういう細かいパーツをつけるのよ。ここが磁石になってんのよ。ほんで、ここでくっついてスッキリしますみたいな。デスクの下は若干地獄気味にはなるんやけど、白鳥みたいな感じやね。上だけ綺麗に見せればそれでいいのよ。で、それでこれが 65W の急速充電器で、その他は普通の充電器になっております。タイプ C、マイクロ USB っていう感じやね。ライトニングケーブルはございません。あんなものは必要ないんです。で、これパッて見てもらってスピーカーないなって気づいてくれた人いるかもしれへんねんけど、そうなんです。スピーカーないんです。見えない位置に配置することによってスッキリ感を演出してるんです。じゃあどこにあるのっていう話なんやけど、ここですね、ディスプレイの後ろに Google Nest Mini を配置しています。で、これが Google アシスタントにもなるし、このパソコンと Bluetooth 接続されたスピーカーにもなってるっていうことで、1台で2役をこなしてくれてるのよ。で、こっから出る音は壁に反響するから、半分はお隣さんに押すわけ、もう半分は壁に反響して俺に返ってくるっていう感じで、ウィンウィンの関係を保っております。で、このディスプレイの後ろの Google アシスタントに、OK Google ただいま。っていうと、はい。メインのライトが消えます。そして間接照明、ベッド下の間接照明、そしてデスク裏にも実はテープライトで間接照明張り巡らされています。で、さらにこの便球のライトをつけることによって、夜モードになればいいなと思ったんやけど、そううまくはいかないと、これむっちゃ作業しにくいです。やっぱ暗い環境ってあんまり良くないし、やる気にならないね。ということなんで、普段はもうメインのライトオンの状態で、これはあくまでも間接照明として使っています。仕事中にここの後ろのテープライトをつけることはほぼほぼないです。OK Google 仕事。はい、ここがついて間接照明が全部消えるっていう感じやね。いかに物を見せないかっていうことだけ考えた環境です。だからマウスもここに収納をしているし、スピーカーもディスプレイの後ろにしたし、あとできればね、キーボードもこういうところに収納を作ったりしてもいいかなとは思ったんやけど、そこまでするほどでもないかと思う。普段これ絶対使うんやから直したところでやろうと。で、一個迷ったのがこの AG03 やねんな。これね、どっか直せへんかなって思っていろいろ考えたんやけど、労力が割に合わないんで、もう普通に出しとくことにしました。というのもね、これ形状がクソやねん。上にいっぱいインターフェースがあるやんか。だからどっかに直してしまうと上のインターフェースにアクセスできなくなってしまうんよ。かといってこれを浮かせたところで何の解決にもならんから、もうこれはここと AG03 はどうにもならなかった。あとはこのノートパソコンの下ね、無線の充電器を置くことによってごちゃってしてしまってるんやけど、これ置かんわけにもいかんしなと思って迷ったんやけど、今のところの妥協案はここかな。で、その他はもう大体満足しています。無駄なものは足さず必要最低限で最大の効率を追求できる環境が出来上がったんじゃないかと思いますので、参考になればと思います。高いのばっかりやけどね。何よりもこのデスクやね、フレキスポットじゃなくてもいいんやけど、これとあとケーブルをまとめるこの3話サプライのケーブルホルダー。これはね、爆当たりです。絶対買った方がいい。とにかくいかにコードを見せないかっていうことが大切やから、ガンガンモニターアームを使ってもらうと、このモニターアームの中にケーブルをはわせることによってケーブルを見えなくすると。で、モニターアーム買うんであればもうとりあえずエルゴトロン15,000円で買っちゃいましょう。これ1回買えば一生使えるから、60年使えると思えば15,000円むちゃくちゃ
ちゃ安いでしょ。で、さらにいろんなところで結束バンドを使いまくると。そしてテーブルにケーブルを外すと、もうなるべくケーブルを隠して快適なデスク環境を構築して、そして仕事効率を高めてもらえればと思います。参考になれば幸いです。以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、この動画が良かったなと思ってもらえればグッドボタンとあとチャンネル登録をお願いします。あとガジェマガっていうブログも運営をしていて、こちらも2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善情報を発信しているので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。Twitter もやってます。そちらもフォローお願いします。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。